2020年6月16日から30日までの乙女座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。6月16日から30日までの乙女座さんのリーディングを行います。まずこちらにエンプレス女帝のカードが出てるんですけれども、こちらにドゥニディドロの言葉が書かれておりまして、直訳いたしますと、大いなる情熱のみが魂を偉大なるものに高めることができるという言葉です。今回全体的にとても言われているのが、この情熱の使い方なんですよね。この情熱っていうものをご自身の内側に閉じ込めておかないで、その熱を世の中に放っていく、クリエイティビティを持って世の中に放っていくっていうことをとてもお勧めされています。それをすることによって、ある方は収入を得ていくっていう人もいると思いますし、ある方はそれをすることによって才能が磨かれていって、そしてご自身の人間が磨かれていくっていうふうに言われていると思います。そしてその情熱とともに自分の中から何を世の中に流していくのかっていうと、このメッセージは今年に入ってから何回も出ていたんですけれども、今回も同じことを言われていて、このご自身が持っている知識ですね。それはもう経験から得た知識の人もいれば、何か勉強して得た知識だったりすることもあると思うんですけれども、そういうこれから何かを足さなきゃいけないっていうような知識ではなくって、もともと持っている知識ですね。そういったものをこの世の中に流していく。しかも相手は半径何メートル以内の人とかではなくって、世界が相手って言われてると思います。こちらに獅子座の新月のカードが出てるんですけれども、この自信を持つことが成功への鍵ですというメッセージのカードです。今回言われてるのは、この一回始めればすぐに自信になるって言われてるんですね。例えば何かアカウントを立ち上げて、そこに情報を流し込む。それを一回しただけで何か反応が返ってくるとか、このご自身があまりにも当たり前すぎて、それが普通だと思っているような、そういう知識だったりすると思うんですけれども、でもそれが世界のどこかにいる誰かにとっては、目から鱗の知識だったりするんですね。そういうことをとても強く言われています。このメッセージは今年に入ってから何回か出てきているので、もうすでに始められている方もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひこの時期はそれを精力的にしてくださいって言われてますね。ある方にとっては、この YouTube で何かを配信するっていうことでもあるかもしれませんし、でもある方にとっては SNS で何か情報を発信することでもあるでしょうし、ある方にとってはオンラインサロンみたいなことを始めるっていう方もいらっしゃるのかなっていう感じですね。
それとても良いと思います。こういうインターネットを通して、ご自身の情熱だったり知識っていうものを、この世界に流し込むイメージですね。こういう熱っていうのは、あまり自分の中に溜め込みすぎていると、この自分の心とか体っていうものを蝕んでしまうことってあるんですね。なので、こういう熱量の高いものっていうものは、ぜひこう流し込むっていうのを癖にされた方がいいと思います。特にストレスを抱えがちな人とかそうなんですね。そのストレスの原因っていうのはネガティブなことだけじゃなくって、自分の中でこう溜まってしまっているようなこういう熱が原因の人っていうのもとても多くって、そういうものを流し込める場所っていうものを作っておくっていうのはとてもいいことなんですね。しかもこれはネガティブなことじゃなくてポジティブなことに使える。これはあなたがポジティブなエネルギーを流し込むことにもなりますし、それを受け取った誰かもポジティブなエネルギーを受け取ることができるんですね。とても良いエネルギーの循環ができますし、そしてそこで収入を得ることができるっていう人もいらっしゃると思いますので、ぜひこの期間始める、もしくは深めるっていうことをされてみてください。それでこちらにトラベルというカードとソードの3が出てるんですけれども、この時期、お住まいの国や地域によって事情は違うと思うんですけれども、もし移動制限が解除されているような、そういうところであっても、こういう旅行とか移動っていうものはなるべく避けていただきたいなと思います。とてもこの内側からのエネルギーが高まっているような状態ですので、なるべくそういうエネルギーは、こういうトラブルに対応するよりも、こういうクリエイティブなことに使った方がいいと思うんですね。この時期移動するとトラブルに巻き込まれる可能性がとても高いなと思うので、例えばどこかに行けたとしても帰りの手段がなくなってしまうとか、それってちょっと想像しただけでも、もう疲労困憊するような状態が目に浮かびますよね。ですので、なるべくこの期間移動は避けていただきたいっていうのと、あと、この旅行とこの傷ついているような心っていうのを見ると、いろいろ思い浮かぶんですが、例えば、ここにチャリオットも出てますし、海外への留学っていうものをずっと計画していたっていう方がいらっしゃったら、今こういう状態ですよね。すごく傷ついていて、そしてもうなんか将来の夢も失ったっていうような状態になってる方いらっしゃると思うんですけれども、そのエネルギーをクリエイティブなこと、先ほど申し上げたようなクリエイティブなことに使っていきましょうっていうふうに言われてるんですね。そしてそれはこの留学を考えていたっていう方だけじゃなくって、例えば老後の夢は旅行だったっていう方が老後になった途端にこのコロナの騒ぎで行けなくなってしまったっていうような方もこういう状態だと思うんですね。あと、旅行が唯一のストレス解消だったとか、旅行が唯一の趣味だったっていう方も、今はこういうなんか羽がもが出てるような状態だと思うんですけれども、やっぱりそういう方も、そういう熱を逃がすっていうのがとても重要で、そういう熱を自分の中に溜め込んだままでいると、こういう自分の心を傷つけてしまうような、そういう状態になってしまうんですね。なので、この熱を逃がすクリエイティブな作業っていうのをぜひしていただきたいのと、あともう一個すごく嫌な話なんですけれども、こういう旅行関係のお仕事をしてきた方にとっては、この時期とても嫌な時期になると思うんですね。6月ですと会社が決算の時期に入ってきますので、実際お仕事も減ってるでしょうし、あとお給料も減ってくるとか、最悪、その会社がなくなる、仕事がなくなるっていう方もいらっしゃると思うんですね。でも今回言われてるのは、このご自身の素質とか、あとクリエイティビティを持って、すぐに立ち直るっていう風に言われてるんですよね。
例えばそういう旅行業界とか観光業界にいる人っていうのは、対人能力がすごい高くて、しかもトラブルに対処するのもすごく上手かったりしますよね。臨機応変とはこの人のことを言うのかっていうぐらいに、いろんなトラブルにテキパキと対応していくような、そういう能力を持った方ですので、こういう人生最大のトラブルのような時にも、自分のクリエイティビティを持って自分の才能を生かして、そして新しく道を開いていくっていう人もいらっしゃるでしょうし、あと思うのは、このチャリオットが出ているっていうことで、例えば今会社にお勤めの方でも二足のわらじっていうのをお勧めされてるんですね。会社で働きながらも、その暇になった時間でこの自分の何かオンラインでお仕事を始めるとか、そういうことをとてもお勧めされています。この旅行をめぐってもいろんな立場の方がいらっしゃると思うんですけれども、そのご自身の情熱を逃がしていく、しかもクリエイティブに逃がしていく、そしてその先で収入を得ていくとか、あと自分の知識を磨いていくとか、人脈を広げていくとか、そういったことがこの先にあるっていうふうに言われてますので、ぜひ何かしらのアカウントを立ち上げるとか、ウェブサイトを開くとか、そういったことをまず始める、そして流し込むだけっていうふうに言われてるんですね。そこに流し込むものはもうご自身がもう持ってるもの。なので、これから何か足したりとかする必要は全くないっていうふうに言われてますので、ぜひご検討ください。そしてこのウィスダムというカード、このチャリオットも7番で、ウィスダムも7番のカードなんですね。ですので、この時、とても7番とご縁があるんだなっていうふうにも思います。そして、ここに獅子座もありますので、獅子座は7月、8月ですよね。なので、この7月、8月の時、この獅子座の新月っていうのが8月19日なんですね。例えば、この期間に何かを立ち上げて、何かウェブサイトだったり、YouTube のチャンネルだったり、そういったものを立ち上げて、そして、この7月、8月ぐらいで、いろんな情報を流し込んでいって、そしてこの8月の下旬ぐらいには、この自分が自信を得るような、そういう状態になっているとか、なんかそういうことも言われてるのかなと思いました。そしてこちらに水曜日のワクシングムーンに何か知識を受け取るっていうふうに言われてるんですけれども、この満ちていく月の日っていうのが6月24日とあと7月1日ですね。7月1日の方がより満ちている。しかもこれ7番ですので、そっちの方が近いかなっていうふうには思うんですけれども、その日に、例えば、あなたがどのプラットフォームを使って、このあなたの知識っていうものを世の中に情熱を持って流し込んでいくのかっていう知恵が得られたりとか、あとは、この何の知識をこの世の中に流し込んでいいのかわからないっていう人には、何を流し込んでいいのかっていう知恵がやってくるとか、なんかそういうことも言われてるかなと思いますので、ぜひこの水曜日気にしてみてください。こういう知識、知恵っていうものは結構何気なくやってくるんですね。たまたま開いたウェブサイトだったりとか、あとたまたまおすすめで現れてきた YouTube の動画だったりとか、そういったものにこのあなたの無限の可能性を開いていくようなそのツールになるようなもののヒントだったりとか、あとその自分自身に対する気づきへのヒントっていうものがあると思いますので、ぜひ気にされてみてください。今回はご時世柄っていうのもあるんですけれども、この旅行がキーワードになってるんですけれども、何か情熱を傾ける場所を失ってしまったっていうようなそれは今回のコロナの騒ぎのせいで、何か趣味を失ってしまったとか、趣味の場を失ってしまったとか、
例えばカラオケが唯一の趣味だった人っていうのは、今行けないですよね。何かそういう自分の熱を出す場所っていうものを失ってしまった人っていうのは、特にこれとても良い方法なんですね。ここでの出来事っていうのは、あなたの知識も磨くし、人間も磨くし、そしてこの自信につながってくると思うんですね。自分をより好きになれるような、そういう情報発信ができるっていうふうに思いますので、ぜひご検討いただければと思います。それでは6月16日から30日までの乙女座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。